では加工の方していきます。まず荻の方からですね、この頭をカットします。半分よりちょっと下までですね。でここの頭は墨払いになるので、丸のこの刃がこの芯の線の真ん中みたいなイメージですね。この状態で補助線を描きたいと思います。芯ですね。こっち側芯書いてあるので、芯、裏の芯と上の芯を、まず芯と芯を結びます。それから15ミリ、こっち側もそれから15ミリですね。はい。次にこの滑り勾配を切りたいと思います。斜めの角度に定規をですね、これない場合はもうフリーハンドでいくしかないですね。はい。で角度を取ります。で丸のこの深さはこの30ミリのですね、丸のこの深さはここに設定します。この滑り勾配をカットします。で次にこの胴付きを切ります。次は、ここにたくさん切れ目を入れていきます。で次は反対側の滑り勾配を切ります。まず角度を合わせて、これも補助線で、今ここから丸ノコ入れるのでスタートの場所がわからないですよね。なのでこういう場合の補助線を引きます。こういう感じですね。でこの補助線に合わせて丸ノコ入れます。でこの胴付きも同じように、下まで補助線で伸ばしてあげます。でこれに合わせてノコを入れる。あとはまた細かく丸ノコを入れていきます。はい、で裏返して、でここ、腰掛けの時はここ丸ノコバッて一発で切れるんですけど、ここにオスが出っ張ってるのでここまでノコ入れられないので、こっち側からここまで丸ノコを入れるイメージですね。こっち側から丸ノコを入れてここまでですね、ここまで丸ノコを入れます。丸ノコの深さは同じく30ですね。ここに合わせて、であとはまた同じく細かく入れていきます。はい、反対側も同様です。この場合こっち側から丸ノコ入れられないので体勢によりますね。材料を体回して向こう側からこっち側に切るか、こっち側で切るか、材料を回せるので回して定規をこっち側に変えたりしてですね、切ると切れます。深さ切りましょう。深さこの線を切ります。真ん中よりちょっと下まで下げて、で今回丸ノコ定規使って切りたいと思います。ここまでで、はい、反対側切りますが、これ深さ、違うので丸ノコの定規またセットし直してカットします。はい、で最後にこの斜めをカットします。で反対側もですね。あとこの残った部分ですね、ここを縦引きで手のこで切りたいと思います。でこれもほぞあるので切りすぎないように気をつけてください。あと1個切り忘れてましたね。このほぞの頭、これも丸ノコ入れてなかったんでこれ入れたいと思います。深さこの芯より上でこのほぞの頭を切ります。これも、あれですね、墨払いになります。はい、でさっき手のこ入れたのでこうやって取れてきます。はい、であと邪魔な部分弦ので取ってください。取れる部分ですね。
あとはのみで仕上げていきます。まずこの、ほぞというか首の部分ですね。これ裏また芯を描いてください。で芯と芯を結んで、大丈夫そうですね。はい、30mm 振り分けで、これ丸ノコの刃の深さの基準になってるんで、それに合わせると言いますか、あとは丸ノコのガイドの深さを基準に、まず一回この辺をきれいにしてます。で反対側も何度も言いますが、この時手ののみの延長上に手がないように気をつけてください。こういうふうにやってるとだんだんこういうふうに前に出て押さえたくなるんですけど、怪我の原因になりますので大変危険なので、のみの延長上には手を置かないというのを、気をつけてください。で太さ確認して、あと兼ねてもですね確認してください。はい、で、次に補助線を描いていきます。この芯とこの芯を、結びます。はい、でそれから15mmずつ振り分け、芯からじゃなくてここのあれの首の根元から伸ばしてもいいですけど、はい、で 30mm と、はい、こういう感じですね。はい、でこれを伸ばしました。でここが突起で出っ張るので、ここを取りたいという感じです。でここ丸ノコで入らないのでこういう感じで残っちゃうんですね。なるべくノコギリ入れたいので、ここですね、こっち側とこっち側それぞれ手の甲をなるべく入れたいと思います。でこれも縦引きですね。ここがガイドになるはずなんですね。この側面、こことこの点を結ぶような感じで、ノコギリを当てて切ります。これもなるべくノコを入れたいですね。入れれば入れるだけのみで取るのが楽になります。はい、で反対側もですね。最初の引っかかりがなかなか定まらないと始まらないので、はい、あとここもですね、ここも結構入ってますね。あとこっち側と、はい、でこれをのみで取っていきます。でここのみで取っていくポイントは、本当はこんなクランプで挟んだりしないんですけど、ちょっとカメラのアングルの関係で、はい、でまずこっち側ですね。この線よりも内側、2ミリぐらい逃げてもいいかもしれないですね。こういうふうにまずのみを入れます。でこっち側取って、こっち側とこっち側を入れてからこういうふうに取ると。はい、という感じですね。
で残ったところもこれだけだったら、目違い鎌継ぎですね。目違いだけになります。あと今度こっち側の襟輪の溝があります。でこれも入れていきます。さっき一緒にノコ入れた方が良かったですね。ちょっと襟輪の存在忘れてました。でこれ根元側ですね。で次にこの線、この墨のこの線を下まで補助線で下ろしていきます。はい、15ミリですね。こっち側も15ミリ。はい、この襟輪のここです。これを線を描きました。このこっち側に線を引きました。でこれをノコギリでまた手のこで入れます。普段ノコギリってほとんど横引きしか使わないんですけど、こういう刻みしてると結構縦引きが多いんですよね。なので縦引きのノコもあると便利です。でこれ上もそうなんですけど、この中側をちゃんとノコ入れたいので、この辺ですね、この先っぽの方を奥でこうグリ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 と深くいくようなイメージですね。はい、はい、ここでドリルで穴を開けます。その方が圧倒的に楽なので、13ミリですね。この穴が15ミリなので、その前に一発のみを立てるというやつですね。これ以上深くいかないようにということでのみを立てておきます。これも墨払いですね。インパクトを入れます。はい、せっかくなのでこっち側はインパクトを入れたほど、こっち側インパクトを入れない場合でやってみます。で、インパクト入っているので、あと取る量が圧倒的に減るので、上からノコも入っているので、上からと下から両方入れてください。あとは定規で出っ張っているところがないのかを、大丈夫ですね。この中で膨らんでるっていうこともありえるので、そこを確認します。はい、のみだけでやる場合ですね。
こういう場合もさっきと同じですね。この墨より1回、浅いところ、逃げたところで深めに入れて5分に取ると。なのでイメージとしてはこっち側で繊維を断ち切ってこれで折ってあげるイメージですね。でこれ上方向だけだと下最後メリってなっちゃうので、最後これぐらいまで来たら裏返して、反対側からも取るという感じですね。その前にこっち側今墨から1ミリぐらいずれた粗彫りをしているので、墨に沿って一回きれいにします。で裏返して反対からいきます。ここはノコが両方とも縦引き入るんですごい簡単です。でノコが入らないような場合の時ってすごいこういう彫り方する時って大変なので、インパクトあるならインパクト入れた方が絶対楽ですね。で残り最後はもう細かくして砕くってイメージです。はい。これで荻の方も大体できました。であと細かいところちゃんと問題ないか確認して、ゴミがついてないかとか確認したら完成です。ここも15ミリなんでこれが差し金が入んないとダメなんですよね。ここの溝ここって15ミリなんで差し金が入るかどうかですよね。ちょっと入らないようだったらなんかきついなと。ちょっときついですよね。下が当たってるかな、これだ。緩すぎても良くないですけど、これぐらいなら入ってくれるでしょう。あんまり緩くもしたくないので、注意はここは墨払い、ここも墨払いですね。墨払い、墨払い、この頭も墨払いです。あとこれですね、ここも墨払いです。この長さ、あとこの今丸ノコで一発で大体いいところいっているのでこのままいきたいと思いますけど、もしもこれ線が残っているようだったらカンナでシャシャッと仕上げてください。で確認して問題がなければ、ここをまず面を取ります。面取るのここですね。この目違いのところ、あとここの部分ですね。斜めとここだけですね。これと、こことこの部分の面を取ります。これで荻の方が完成です。では加工の方をしていきます。丸のこの刃をここですね、ここに合わせます。この
深さ、上から50の線ですねに丸ノコの深さを合わせます。そしてこの補助の部分ですね、この部分を切るんですが、下まで補助線引いてあげてください。このように。でこれを墨払いなので、丸ノコの刃がこの真ん中を切るように、通るようにですね、丸ノコの刃の真ん中がこの線を通る。次はこの線よりちょっと下まで伸ばしてですね、今度はこれをぴったりですね、これは墨半分残す形でカットします。切ったので補助線を描きたいと思います。まずこの上のこの30の幅とこの下の30ですね、これを線で縦に結んであげます。はい、を縦に結びました。で次に深さの50も一応引いておきたいと思います。これ丸ノコの深さで大体合ってるんですけど、ちょっと浅かったみたいですね。はい、これが50の墨です。この30下ろした墨を左右にまた15ミリ下に下ろしてください。違うもですね。はい、見えなかった。こうですね。この線を15ミリ下まで下ろします。これなくなるのが、まずここなくなります。そしてここですね。ここもなくなります。ここがなくなって、ここもなくなって、ここもなくなる。この補助ですね、15ミリのこの補助が残るという形になります。で、ここ丸ノコで切ってもいいんですけど、深さとかちょっと間違うことあるので、ここ手のここで丸ノコで切りますか。深さがここですね。間違ってここで切っちゃうと意味ないですから、あくまでこの上の線に丸ノコを合わせてください。で、ここをカットします。でここも、丸ノコあと2本ぐらい入れてあげます。反対側も同様に。でこれ切るときにちょっとこういうふうに転びやすいんですよね。かかりが少ないので。なのでちょっと気をつけてください。な感じですね。前回腰掛けの時はここ丸ノコ入れなかったんですけども、今回ちょっと丸ノコ入れたいと思います。上から50で、その方が深さは分かりやすいので。本当は角のみ入れてればこんなことやる必要がないというか、角の目がないという条件でやろうと思うので、これもまっすぐここまで丸ノコ縦引き入れたいと思います。はい、今これですね。で今回丸ノコでここ、なるべく掘っていくという方法でやってみたいと思うので、ただここですね、この角の方は丸ノコ入らないので、残ってしまうので、ここだけ、切りを入れたいと思います。でその前にこの斜めのあたりとかをのみを立てておいてください。今インパクト入れるときに一緒にめくれてしまう可能性があるので。あとここですね。ここは墨払いになるので、墨払いの墨をなくすような位置で、ここはもうがっつりいっちゃっていいです。はい。でこの辺りに、深さ50ミリですね。はい。
いいですね。であとここも丸ノコ細かく入れていきたいと思います。でもうこの牙は入っているので、あとはフリーハンドで丸ノコ入れたいと思います。まあここをドリルでいっぱい開けていくでもいいですし、まあ、こういうやり方もあるよっていうので、こういう感じですね。でここをですねのみで取っていきたいと思います。根元がつながってる感じなのでこれ取れました。丸の書いてるのはこの辺なんですよね、正しい深さで。でこの辺はちょっと斜めに残ってる感じなので、こういう感じですね。はい。であと残っている部分の深さとかをのみで取っていくのと、あとここですね、この、斜めのところで、これ先に墨を描きたいと思います。まずはこの滑り勾配の50の前に出た方、これをまっすぐ下に下ろします。これもまっすぐ下に下ろします。はい、でノコギリ、これ小さいノコギリでこの線をカットします。これも墨残しでカットします。でこれ切る理由は、こういうふうに斜めにのみを入れると、ここの角もですね一緒に斜めにこうボロッとこういうふうにボロッと斜めに取れやすくなります。なのでそれにならないようにここで一回円を切りたいんですね。繊維を出し切りたいので、ここにノコギリを入れます。はい、釜やるときって意外とここ角のみいっぱいガーって開けても結構大変なんで、丸ノコ入れるっていうのも意外とやりやすいかなと思います。まあ好みですね。でこういうふうに、ノコギリを入れました。こっち側はノコ入りきらないと、ここが0でこれが、ここまで入ってます。で奥の方を掘っていくとですね、また一緒にベッて取れる可能性があるので、まあやんだ方がやりですね。こういうふうにですね斜めに取りたいと。でこれまっすぐ無理して取るとですね、この辺が深さが足りないので、ここ取った時にこの辺も一緒にボロッと取れてしまうということが起こります。なのでここで一回このノコギリ入ってないところをのみでここ円を切っていきます。こういう感じで円を切っていくと。でこれはもうのみこういうふうに角を押し当てながらこうグググッといくという感じですね。この奥のここってすごく重要なんですよね。ここのまっすぐ下ろした線とここで斜めの滑り勾配の線を引くので、ここが、ガチャガチャになってほしくないと。なのでちょっと甘めにこの線よりも 2,3 ミリ外に逃げるところでのみを入れて円を切っているということをしています。でこれをやってあげると、こういうふうに、こっち側はめくれずにまっすぐ掘ることができます。なのでここの円を切るという、ここの線を断ち切るというのはすごく重要です。はい、あとこの辺のみ取ってまたこっち側もやっていきます。はい、では深さの方を取っていきます。この時こっちの手延長上にないように気をつけてください。これも丸ノコの深さが線がですね深さのガイドになっているので、それを目印に掘ってあげると、分かりやすいと思います。のみって中に入っていこうとするんですね。ここテーパーがここ斜めになっているので、こういうふうにこう押し付けていってもどんどん中に入っていってしまうと。なので深く斜めに入りすぎないように気をつけながらやってください。で奥の方届かないところはこういうふうにですね、のみを裏にして裏を上にして取っていきます。
大体できたらですね、今度滑り勾配切りたいと思います。まっすぐこの前から 5mm の線を下に下ろした場所ですね、傷つかないように残しておいたので、それと上の線で滑り勾配15か、この線、これをまっすぐ下に下ろしたここの角とこの75目のこれですね、これを結んであげますと。はい、でこれをこのボイ、この細いノコギリだとここ入るので、これでこうやって切っていきます。この斜めをですねをカットします。反対側もこんな感じですね。斜めにカットしました。この中ですね。この中の斜めのところはのみで仕上げていきます。これで通常の釜の部分ですね。あとはこの辺の部分をやっていきます。まずこの部分ですね、取りたいと思います。ここですね。まずこんな感じで丸のこ入ってる分だけ粗く取っちゃいます。で、まずこの線よりもで、これもどんどんのみってこうやって斜めに入っていくんですよね。油断していくと。なのでそれ気をつけてください。こう入れて、っていう感じですね。で、残り少なくなってきたらこれをだんだんきれいに、狭めていくというか、線に合わせていきます。はい。で、反対側も。あと細かいところは手で持って仕上げると。で、次にここですね。ここを切りたいと思います。これは縦引きなので、で反対側もですね。ここにインパクトで穴を開けます。13ミリでここに、あとここを取ります。これも墨払いですね。ここは墨払いなので墨をなくすように
で一気にいっちゃうとここがメリってめくれると思うので、半分までいったら残り少しになったら上からですね。でここ深さが 15mm なので、こういうふうに当てると、大丈夫かなですね。深さが分かります。ちょっと今なんか当たった気がするので、一度最後にもう一回変なところがないか、出てるところがないのか確認してください。はい、これでメギも完成です。はい、では組み立てたいと思います。ではやってみますね。大体こんな感じですね。横もこういうふうに、下も大体ついてます。あとここ大事なのがここですね。ここが墨払い、ここが墨払いで、ここがちゃんと隙間が空いてるっていうのが大事です。ここが当たってて全体が伸びてしまうとか全く意味がないので、ここが墨払いですねっていうところ。あとはここもですね、ここも墨払いで隙間が空いていて、あとここもですね、ここも墨払いで隙間が空いてるというのは大事なポイントです。あとこの線ですね、この線がオスメスでちゃんと長さがずれてないかですね。この線と線がちゃんと1本で線でつながっているかどうか。これが伸び縮みしてると、これが線が、この線がずれてると、例えば、その線の分だけ伸びてるって話になるんですね。そのジョイントで 1mm 伸びてますとか 1mm 詰まってますとかっていう話になるので、ここがちゃんと合ってるかどうか。ちょっと詰まってるように見えるかな。これですね。これとこの線の差ですね。でこれが今わずかに髪の毛1本分ぐらいちょっと詰まってる感じがしますね。はい、だからここの誤差が、ここの線で誤差が分かるって感じですね。はい、ということで、でした。